こんにちは、ボックスです。今回は2021年上半期に自分が買ったものの中からこれは本当に買ってよかったなと心からおすすめできるアイテムをベスト10形式で紹介します。ご家族へのプレゼントなんかにも最適なアイテムも入っていますので、ぜひ参考にしてみてください。第10位、Apple の AirPods Pro です。価格は約29,000円です。自分はもともと AirPods を使っていて、特に不満はなかったのですが、今年6月に開催された Amazon プライムデーのセールで23,000円ぐらいになっていたので、思わず衝動買いしてしまいました。予想以上にノイズキャンセリング性能が強くて、かなり驚きました。もちろん電車や車の音が完全に聞こえなくなるっていうわけではないんですが、かなり気持ちよく音楽が聴けますし、やっぱり iPhone とか iPad などの iOS 製品とのシームレスな接続が本当に快適です。先端のイヤーチップは S、M、L の3種類が最初から付属しています。長時間装着しっぱなしだと自分は S サイズでも耳が痛くなるので、そこさえ解決すれば100点満点の商品でした。そうは言ってもなんだかんだ毎日ヘビーユースしていてかなり気に入っています。値段はちょっと高いんですが、かなりおすすめできます。第9位はその AirPods Pro 用のネイティブユニオンのレザーケースです。価格は5,280円。本革イタリアンレザーで完璧にフィットするようにハンドメイドされたケースで、かなり外観が美しくて手触りもスベスベしてて最高です。もちろんワイヤレス充電も問題なくできますし、充電ケーブルも刺さります。革の厚みがだいたい 1.5 ミリくらいなので、よく手に馴染んで握っててすごく気持ちいいです。よくあるシリコンケースと違ってジーンズのポケットに入れていても気持ちよく出し入れができますし、ホコリがついたりベタベタしたりはしません。ネイティブユニオンというメーカーはちょっと聞き馴染みがなかったのでサイトを見てみたんですが、クオリティとデザイン重視の中国系の企業のようで、レビュー評価もおおむね良かったので、自分としてはそれなりに好感が持てました。下にリンクを貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。Apple 系デバイスのアクセサリーがかなり豊富で、そのどれもデザインが良くて、値段も買いやすい金額設定だったので、プレゼントに贈るのもいいんじゃないでしょうか。ノーマル AirPods のレザーケースもありました。ハンドメイドレザーの製品なので、もしかすると個体差も出てくるかもしれないんですが、この金額帯でここまでのクオリティであれば大満足ですし、かなりおすすめです。第8位はオクソーの調理器具たちです。ナイロンヘッドトングショーが約1,600円。縦型ピーラーが1,000円。アボカドスライサーも1,000円。これ3つともめちゃくちゃおすすめです。特にトングなんですが、これかれこれ2年ぐらい毎日ヘビーユースしてるんですが、全く壊れる気配はありません。ただ、もう一つ今回欲しくなったのでリピート買いをしました。サイズは小。これがものすごく使いやすい大きさで本当に気に入ってます。台所に立つすべての人に使ってみてほしいです。全長は 27.5 センチなので、手の力がダイレクトに伝わりやすくて、パスタでも何でも掴みやすくて滑らないです。先端はナイロン製になっているんですが、それが本当に絶妙な硬さで、掴みやすいのにフライパンとか鍋底を傷つけることがないようになっています。先端の耐熱温度は200度なんで、炒める、煮る、焼く、揚げる、茹でる、何にでも使えますし、食洗機ももちろん OK です。しかもロック構造がついているので閉じて収納することができます。トングってアウトドアでお肉を焼くときに使うものっていうイメージあるかもしれないんですが、家のキッチンでこそトングです。慣れれば菜箸なんかよりはるかに有能な調理器具だと思います。コストパフォーマンスもデザインも最高なので、これもプレゼントにおすすめです。こちらの縦型ピーラーは見た目通りの商品です。包丁みたいにスルスル快適に皮むきができます。使ってみると縦型って本当に使いやすいですし、疲れにくいです。先端にじゃがいもの目取りがついているのも特徴で、とても握りやすい大きさです。アボカドカッターは対アボカド専用兵器です。自分は週に一度くらいはアボカド食べるんですが、毎回包丁を使って解体するときにちょっと危なっかしくて恐怖を感じてたんですが、これで完全に解決できました。プラスチックの刃でまず簡単にアボカドの皮をカットできます。プラスチックなので自分の手を切ってしまう心配はありません。その後、種をこのくぼみを使って取り除きます。裏側から押せば種はすぐ捨てられます。最後にこの部分を使ってすくい取るようにすると安全かつ簡単に均等にカットして取り出すことができます。見た目も割とかっこいいので、トングとピーラーと色を合わせて置いておいてもキッチンで浮くことはありません。
アボカドが嫌いという方でなければおすすめです。第7位はロジクールのワイヤレスマウス MX マスター3です。価格は約13,000円。Windows や Mac、iPad などに接続できるワイヤレスマウスで、一般的なマウスよりもちょっと重たくてごつい形をしてます。こちらの USB ドングルでの接続と Bluetooth 接続の両方に対応したワイヤレスマウスです。値段が13,000円となかなかの値段なんですが、いいものはいいを体現した商品だと思います。ボタンの数が7個もあって、PC アプリを使ってそれぞれのボタンにコマンドの割り当てをすることが可能です。詳しく別の動画で解説やレビューをしていますので、気になる方は合わせてご覧ください。Windows や Mac で使えるのはもちろんのこと、iPad でも使えるのは嬉しいポイントでした。マウス背面に切り替えスイッチがあって、3つのデバイスにすぐに接続することができます。とにかく動作の安定性がすごくて、ワイヤレス特有のノイズや遅延といったストレスから解放されます。汎用性もあるので、カバンに入れて職場と自宅で持ち運んで使うことも多いです。ワイヤレスマウスって結局充電するときに有線接続をしないといけないじゃないですか。なんかそこに自分は大きな矛盾を感じていたんですが、このマウスは最大で70時間充電が持つそうです。本当かどうかはわからないんですが、確かに 2,3 日ほったらかしにしていても大丈夫です。ゲーム以外の仕事用マウス選びに疲れた人にはおすすめです。第6位はスターバックスのステンレスロゴボトルです。価格は4,070円。いわゆるよくある真空二重構造ステンレスの水筒です。保温と保冷に優れているので年中使えると思ってブラックコーヒー専用機として買ってみました。容量が 473ml なのでいわゆるグランデサイズが入ります。コーヒーを持ち運んで外に出る時用にと考えていたんですが、意外と家の中でもデスクに置いてずっと使っています。実際寒くなってホットコーヒーが飲みたくなってくるとお気に入りのカップで飲んだりすると思うんですが、今はしばらくこれだけでいいかなと思っています。中蓋がついているのでガンガン氷を入れていても飲みやすいです。マットな質感でブラックステンレスで何より無駄なロゴが入っていません。これだけでも自分にとっては買う価値がありました。Amazon でも販売されているんですがやけに高いのでスターバックスの公式オンラインショップか店頭で直接購入されることをお勧めします。1000円までのドリンクサービスチケットがもらえるので買ったらついでに何かドリンクを入れてもらってください。第5位はスミス&ウェッソン SW25 というフォールディングナイフです。価格は3,200円。スミス&ウェッソンは19世紀にアメリカで設立された超有名な銃器のメーカーです。Amazon の段ボールを解体したり何かの紐を切ったりっていう、かなりしょぼい使用用途なんですが、作りの堅牢さには本当に感心しました。昔 Amazon で購入したフォールディングナイフは気に入って使っていたんですが、もうちょっといいものが欲しくなったので今年の頭ぐらいに買ってみました。全長が 198mm、刃渡りは 84mm で重量が 91g、そこそこのずっしり感があります。もちろん切れ味は鋭いので扱いには注意が必要なんですが、ハサミの代わりに普段使いができて手元に一つこういうのがあるとものすごく便利です。将来的にはベンチメイドのナイフが欲しいんですが、1本 2,3 万円するのでちょっと今はまだ我慢です。ナイフのおすすめの保管場所なんですが、綺麗に整頓されたデスクの上に転がしておく。これですね。ちょっとしたタイミングで握る。めちゃくちゃ心が落ち着きます。しかもスミス&ウェッソンのナイフです。所有欲もかなり満たされますし、男性へのプレゼントにかなりおすすめです。第4位はベルロイのキーケースとカードウォレットです。価格はキーケースが 6,200 円、お財布が 7,500 円です。キーケースと財布を2021年の頭くらいに両方とも新調しました。キーケースは鍵を4本まで収納できてマグネットでパチッと気持ちよく閉まります。車の鍵用に外側にレザータブもついています。手触りのいい滑らかなレザーと無駄のないデザイン、最高に気に入ってます。鍵を8本収納できる少し大きめのタイプもあるようです。同じくベルロイのカードウォレットはいわゆる薄型財布です。内張りやジッパーがなくレザーと糸のみでできた超コンパクトなスリーブです。自分は外側にメインカードを入れて反対に折りたたんだ紙幣とか領収書で真ん中にカード類を入れています。
真ん中のカードスリーブには少なくとも5、6枚は入りそうです。すごく柔らかくて滑らかなレザーの質感も最高ですし、これ名刺入れとしても使えますね。ベルロイはミニマルでスタイリッシュな財布とかバッグ、ガジェットケースなんかを多数プロデュースしているメーカーで、特にレーザーワークに強いです。レーザーを扱ってはいるんですが、環境活動にもかなり力を入れている企業のようです。アイテムの数がかなり多くて、カラーリングも綺麗ですし、性別とか年齢を問わずファンは多いと思います。物がいいのは間違いないですし、値段も決して高くはないので、ベルロイの製品たちはプレゼントにも本当に最適だと思います。サイトを眺めているだけでもかなり楽しいので、よかったら覗いてみてください。概要欄にこれもリンクを貼っておきます。第3位はソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 です。価格は約36,000円。これはかなり有名な商品です。2020年の夏に販売されて、値段が値段なんで半年ぐらいずっと買い渋ってたんですが、結局は買って大正解でした。自分はメインの Windows PC で使ってます。接続も安定してますし、何よりノイズキャンセリング性能が高いです。AirPods Pro のノイズキャンセリング性能を10点満点中7点だとすると、このヘッドホンは9点あります。特に外音取り込み機能が気に入っていて、パッと右側に手を添えるだけですぐに外の音を拾えます。もちろん 3.5mm ジャックの有線接続もできるので、ゲームをするときとか動画の編集のときとかに何かと便利です。といっても Bluetooth 接続でもそこまで遅延も大きくないので、あまり神経質にならなければ自分にとって全ての使用用途はワイヤレス接続で賄えてしまいます。あと地味に気に入っている機能なんですが、音楽を聴いているときにヘッドホンを外すと勝手に一時停止をしてくれて、装着をし直すと勝手に再開します。気持ちいいです。ただちょっと36,000円は高いです。この性能でこの値段と考えれば全然安いんでしょうけど、ちょっと買うのに勇気がいります。でも本当におすすめです。現状ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン業界では最高の商品じゃないでしょうか。自分は買ってから1回も後悔していません。最近になってサイレントホワイトっていう真っ白な新色も登場したみたいです。かっこいいですね。こちらも下にリンクが貼ってありますので、詳しいサイズとか仕様に関してはそちらをしっかりと確認してください。第2位はルルレモンのエブリウェアベルトバッグです。自分は12,000円くらいで買ったんですが、今公式サイトを見ると他のカラーが6,200円で売ってました。これちょっとどういうことなんでしょうか。このルルレモンというメーカー、女性は結構知っている方も多いと思うんですが、こんな感じのカナダのバンクーバーに本社を構えるメーカーで、ヨガウェアを中心としたアパレルを展開しています。3、4年前から男性向けにもかなり力を入れているそうで、まんまとそのマーケティングにかかってしまいました。この一見どこにでもありそうなショルダーポシェットなんですが、もう本当にどこをとっても最高です。まず軽い。頑丈なファスナー。この安っぽくない手触りのいい質感。頑丈なシートベルトタイプのバックル。それでいて本当に最低限の1リットルという容量。このサイズ感刺さる人には刺さると思います。自分はがっつり刺さりまして、この商品を知った瞬間にもうポチッと購入しました。ほぼ毎日使っています。ご覧の写真通りのサイズ感で、ベルトはこれ以上は伸びません。この見ていただいている写真がマックスの長さです。自分はこんな感じで行儀よく肩からかけることはほとんどなくて、こういう財布とか鍵とかをガサガサ放り込んで助手席に投げておくって感じです。中にはメッシュポケットがあって、背面にはファスナーポケットがあります。公式サイトには黒が見当たらないんですが、他にも色々カラーバリはあるみたいです。リンクを貼っておくので探してみてください。先ほど言った通り、ブラックは Amazon にはあるんですが、ちょっと妙に値段が高いので注意してください。これが本当の値段なのかどうかがちょっと自分には今現状わかりません。で、このバッグも性別や年齢を問わずのかっこよさで本当に最高の商品だと思います。心からお勧めします。第1位はブラック&デッカーのマルチエボです。価格は約18,000円です。これはいわゆる電動の DIY 工具セットです。
今現在、引っ越しをするために入居先にホームオフィスを作っているんですが、ちょこちょこと DIY の作業が必要なのと、家具の組み立てがあるので、今回購入しました。以前から安い電動ドライバーを持っていたんですが、電源コードが必要で、それがちょっと煩わしかったので、今回はバッテリー式のワイヤレスのものにしました。Amazon でもおそらく一番の売れ筋商品らしく、評価も高かったので、そこまで心配はしていなかったんですが、期待以上に活躍してくれています。ホームオフィスセットアップの一部始終はまた別の動画にする予定なので、アップした際には良ければご覧ください。自分が購入したのはドリルドライバーとジグソー、サンダーの3種類とバッテリーが2つセットにあったモデルで、さらにプラスで別売りのインパクトドライバーヘッドというものも同時に購入しました。ジグソー以外はすでに大活躍してくれています。実はこの商品には新しいモデルがありまして、そちらはバッテリーの持ちが良くなっているらしいです。自分が購入した際にも、もちろんその存在は確認はできていたんですが、その時は新しいモデルの金額が5000円ほど高かったので、そこまで変わらないだろうと思って旧型を購入しました。一度サンダーといういわゆるヤスリのヘッドを使用している際に、ヤスリ掛けをする面積がかなりでかかったので、途中でバッテリーが切れてしまいました。ただ、このセットにはもともとバッテリーが2つ入っていて、並行して充電をしていたので全く問題ありませんでした。本格的に DIY をする人でなくても一家にワンセットあれば、何か家具を組み立てたり分解したり、簡単な DIY とか割と何でもできてしまうのでおすすめです。ということで、以上が2021年上半期に買ってよかったものベスト10でした。何か参考になりましたでしょうか？参考になれば、ぜひ高評価とチャンネル登録をしておいてください。ランキングに載せたすべての商品のリンクを概要欄に置いておきますので、詳しいサイズとか仕様、今現在の販売価格なんかもそちらから確認してください。中には個別の動画で詳しくレビューする商品もありますので、よろしければ合わせてそちらもご覧ください。また、買ってよかったベスト10は下半期バージョンも作るつもりです。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。